ここに1枚の写真がある。昭和12年に撮影された戦艦長門の乗組員集合写真だ。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーにした瞬間、一気に現実味が増す。写真に写るこのたくさんの先人たちは実際に戦って死んでいたのだと。この写真をよく見てほしい。甲板からあの巨大な塔のような環境の頂上まで、すべての層に人がびっしりと並んでいる。戦艦を動かすのにこれだけの人間が必要だった。長門の乗組員は約1400名。小さな町が丸ごと一隻の船の中に収まっていた。浴室だけで10カ所、調理場が10カ所、一つの都市の機能を備えた巨大な鋼鉄の城だった。昭和初期、子供たちはいろはかるたでこう覚えた。陸奥と長門の誇りと。長門は日本海軍の象徴だった。長門は大正9年に呉海軍工廠で生まれた。世界で初めて41センチ砲を搭載した戦艦であり、日本海軍最強の戦艦として長久連合艦隊の旗艦を務めた。真珠湾攻撃の命令はこの艦から発せられた。日本が保有していた12隻の戦艦は大和も武蔵も金剛も扶桑も全て沈められるか自沈するか。アメリカの飛行機にやられて海底に沈んだ。12隻中たった1隻、長門だけが不思議に命長らえて敗戦を迎えた。だが生き延びたばかりに。長門は敗戦の翌年、ビキニ環礁へ連れて行かれ、アメリカの原爆実験の標的艦としてその生涯を閉じることになる。今日は戦艦長門の貴重な写真をカラー化しながら、日本の誇りと呼ばれた戦艦の数奇な生涯を振り返ってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの覆面方法では、従来のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これは従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。サイトには当チャンネルで使用したカラー写真の閲覧や保存をすることができるので、ぜひこちらもチェックしてみてほしい。竣工時の長門、呉海軍工廠で撮影されたものだ。 AI でカラーにしてみる。大正6年の夏、呉海軍工廠の造船ドックに長門の最初の龍骨が据えられた。設計を担当したのは日本の造船界の至宝と呼ばれた平賀城博士だった。大正8年11月9日、進水式が行われた。ドックの中に赤い錆止めペイントを塗られた長門の巨体が浮いていた。まだ艦橋も砲塔も乗っていない。3本の仮マストが立っているだけだ。それでも艦首には金色の菊の御紋章が光っていた。式場には5万人を超える参列者が詰めかけた。建造主任の吉田中佐は新聞記者にこう説明した。部屋が820ほどあります。浴室だけでも10カ所、調理場が10カ所、そこから数えると9階建て、マストのてっぺんまでで15階の高さになりますと。長門が完成したのは大正9年11月。世界で初めて41センチ砲を搭載した戦艦がここに誕生した。大正9年9月、公使運転中の長門。直立した2本の煙突から黒煙が勢いよく上がっている。 AI でカラーにしてみる。長門は公使で 26.4 ノットを記録した。この速力は同時代の戦艦としては驚異的な数字だった。ただしこの数字は極秘扱いにされた。公式には23ノットと発表し、実際の速力を隠した。41センチ砲の存在も同様だった。日本海軍は公式には長門の主砲を40センチと発表していた。実際には41センチだったが、それを列強に知らせる必要はなかった。長門は生まれた時から秘密を抱えた戦艦だった。正面から見た長門、菊の御紋章を掲げた艦首と頭上にそびえる巨大な艦橋。この角度からの長門はまるで鋼鉄の城のようだ。 AI でカラーにしてみる。艦首の菊の御紋章は16花弁を刻んだ木の上に金箔をかぶせたもので、直径 1.2 メートルあった。菊の御紋章を持った船だけが軍艦であり、御紋章のない駆逐艦や潜水艦は制度上は軍艦ではなかった。ただし海軍はこの御紋章を特別に神聖視していたわけではなかった。軍防の気象に対する敬意をそう大きく上回るものではなかったという。
船が沈没した場合はできれば取り外せという程度だった。ある水兵が菊の御紋章の上から海に飛び込もうとしてひどく叱られたという話が残っている。海軍では御紋章も軍艦機も叱るべき場所にきちんとしていればそれでよかった。しかしこの菊の御紋章が外される日が来るとは。大正9年にドックに浮かんだ長門の艦首を見上げた人々の中で誰一人として想像していなかっただろう。新造時の長門を後方から見た写真、AI でカラーにしてみる。2本の直立した煙突と初期の環境構造が見える。艦尾には旭日旗がはためいている。この姿は後の大改装で大きく変わることになる。長門が完成した大正9年、日本はまだ戦勝国の一員だった。第一次世界大戦の戦勝国として国際連盟の常任理事国にもなっていた。長門はそんな時代の自信に満ちた日本海軍が生んだ最新鋭艦だった。完成した長門は新しく母港となる横須賀へ向け、艦首の菊の御紋章を輝かせて処女航海に出た。暮れの交渉で3年3ヶ月をかけて作り上げた戦艦が初めて外の海に出る。長門の生涯がここから始まった。長門は当時世界最大最強の戦艦だった。イギリスもアメリカもまだ41戦地方を持つ戦艦を完成させていなかった。日本海軍はこの一隻で世界の海軍勢力図を塗り替えたのだ。1921年10月の長門、第一煙突が大きく後方に曲がっている。 AI でカラーにしてみる。なぜ煙突を曲げたのか。長門では直立煙突の時代から肺炎の逆流に悩まされていた。煙突と環境の間に真空状態ができ、肺炎が環境に逆流してくる。環境に立っていると匂い、熱い煙が襲ってきて息苦しくなった。ある時誰かが言った。煙突を曲げてみたらどうでしょうと。大正13年1月、まず姉妹艦の無垢で試験的に煙突を曲げた。効果があったため長門にも同じ改装が施された。この屈曲煙突の姿は長門を象徴するシルエットとなった。1927年7月の写真、長門の第二砲塔の上に水上偵察機が乗っている。 AI でカラーにしてみる。戦艦の主砲の上に飛行機を乗せる。今から見ると奇妙な光景だ。しかし当時戦艦の巨砲は3万メートル以上先の敵艦を狙うようになっていた。それほどの遠距離では艦橋のトップからでも敵艦のマストがかすかに見える程度だ。砲弾がどこに落ちたかを正確に観測するにはもっと高いところに人を上げる必要があった。最初はツァー流気球が使われた。ワイヤーで股間パンから空に気球を上げ、若い砲術士官が乗って電話線で東いくら、陳いくらと報告する。だが気球は風に煽られ上下左右にひどく揺れた。どんなに頑丈な人でも酔って吐きながら観測していたという。そこで飛行機の出番になった。当時まだカタパルトが実用化されていなかった日本海軍はドイツの飛行機設計者エルンスト・ハインケルに協力を求めた。ハインケルは砲塔の上から水蒸気を発信させる特殊装置を設計し、自ら長門に乗り込んだ。房総沖での実験の日、ハインケルは艦橋で緊張していた。交渉長の山梨少将が笑いながらこう言った。ハインケルさん、今日はあなたがこの長門の指揮官です。さあ、何でも自分で思う通りの命令を出しなさい。と、発艦のサインが出された。ドイツ人パイロットの操縦する水蒸気は特殊滑走台からわずか20メートルで空に浮き上がり、長門の艦首方向に向かって上昇していった。成功だ。おめでとう。と、山梨が手を握りしめた。この実験そのものは、カタパルトが実用化されるまでのつなぎに過ぎなかった。だが、ハインケルは3ヶ月の日本滞在を楽しみ、日本に非常にいい印象を持ってドイツへ帰った。後に、ナチスドイツの司法と呼ばれる航空技術者と日本海軍の結びつきは、後年の二独技術交流に大きな役割を果たすことになる。上空から撮影された空母赤城と戦艦長門。赤城はまだ三段甲板の時代で、長門の第一煙突も曲がっている。AI でカラーにしてみる。暮れの軍港に並ぶ2隻。上が空母赤城、下が戦艦長門。赤城はもともと巡洋戦艦として設計されたが、ワシントン軍縮条約により空母に改装された。この条約は日本にとって複雑な意味を持つ出来事だった。88艦隊計画で建造中だった多くの戦艦や巡洋戦艦が廃棄を命じられた。長門型だけが完成済みの戦艦として生き残ることを許された。赤城と加賀は廃棄されるはずだった巡洋戦艦と戦艦を空母に転用したものだ。この2隻は後にそれぞれ日本海軍の運命を象徴する存在となる。
赤城は真珠湾攻撃の機動部隊旗艦として、長門、破連合艦隊旗艦として、やがて赤城はミッドウェーで、長門はビキニで、それぞれ太平洋の海底に沈むことになる。海上を航行する長門と陸奥、長門型戦艦はこの2隻しか存在しない。AI でカラーにしてみる陸奥と長門は日本の誇り。昭和初期の子供たちが口ずさんだ言葉通り、この2隻は日本海軍の象徴だった。しかし陸奥には悲しい運命が待っていた。昭和18年6月8日、柱島、白地に停泊中の陸奥が突如大爆発を起こした。戦闘ではない。原因不明の内部爆発だった。乗組員1121名のうち生存者はわずか353名。長門が入居中の出来事で、陸奥の艦長は柱島在泊艦船の専任艦長だった。爆発の原因は今もって解明されていない。弾薬庫の自然発火説、謀略説、様々な説がある。姉妹艦を失った長門は以後たった一隻で戦い続けることになる。1928年4月14日、香港を出港する陸奥、右舷、艦首から撮影された写真で、陸奥特有のクリッパーバウが見える。AI でカラーにしてみる。長門と陸奥は外見上ほとんど同じだが、艦首の形状が異なる。陸奥にはクリッパーバウと呼ばれる反り返った艦首があった。背景には香港の九龍半島が見える。この写真が撮られた1928年の頃、日本海軍はまだ世界第3位の海軍力を誇っていた。長門と陸奥は各国の艦艦式に姿を見せ、日本の国力を世界に示す外交の道具でもあった。陸奥の進水式の模様は小学校の国語読本にも載っていた。かもなく澄み渡りたる大空、華やかに流る日の光、場に満ちたる10幾万の拝観者の胸はまさに始まらんとする進水式の荘厳に打たれていたと。だが陸奥は昭和18年の謎の爆沈で、国語読本に描かれた華やかな姿とは正反対の最後を迎えることになる。陸奥の爆沈から17日目、長門は初めて柱島宅地を離れた。たった一隻残された姉の孤独な航海が始まった。シェメ川から見上げた長門、白い軍服を着た乗組員が甲板に並び、タラップが降りている。AI でカラーにしてみる。艦橋の巨大な構造物が頭上にそびえている。長門の艦橋はパゴダマストと呼ばれた。寺院の塔のような独特の形をしている。平時の長門は訓練と演習の日々を送っていた。3年に一度天皇統監の特別大演習があり、大演習の年は秋の観艦式が行われた。昭和3年12月、横浜沖で大礼特別観艦式が挙行された時、連合艦隊旗艦の長門は第一列の先頭に怒りを入れていた。186隻、合計78万、排水量100トンの艦船が並ぶ総艦だった。1938年に撮影された長門の41センチ主砲塔全焼の写真。砲塔とその上にそびえるパゴダマストの複雑な構造物が迫力を持って写っている。 AI でカラーにしてみる。長門の主砲は41センチ砲、口径45の砲を電装で4機8門搭載していた。最大射程は3万メートル以上、東京から横浜まで届く距離だ。この主砲の一斉射撃は海面を叩き割るような衝撃を生んだ。訓練で砲を撃つと反動で艦内のあちこちが壊れた。食器棚の皿が割れ、電球が飛び散り、天井のペンキが剥がれ落ちる。新入りの水兵は最初の一斉射撃で腰を抜かすのが常だったという。長門の進水式に参列した侍従武士官の鹿間康介大佐は前年の夏にある少佐の仲人を務めていた。その少佐の名は山本五十六。山本はポーカーの名手で、平賀譲博士からも始終金を巻き上げていたという。やがて連合艦隊司令長官となって、この長門の艦上で太平洋戦争の命令を下すことになる男だった。長門の41センチ主砲を上から見た写真。1946年、米軍による調査時に撮影されたものだ。AI でカラーにしてみる。この角度から見ると、砲身の巨大さと砲塔の分厚い装甲がよくわかる。砲弾一発の重さは約1トン。それが8門から同時に放たれる。一斉射撃の瞬間、砲煙が甲板を赤く染め、衝撃波で海面に白い輪が広がった。大正9年に長門はこの41センチ砲を持って世界最強の戦艦となった。しかし皮肉なことに、この砲が実際に敵艦に向けて撃たれたのは25年の生涯でたった一度。レイテ沖海戦の
サマール島沖だけだった。昭和19年10月25日の朝、栗田艦隊は偶然アメリカの護衛空母軍と遭遇した。長門は主砲を敵に向けて撃った。死傷者約20分間。だがすぐに撃ち方やめが出た。長門の歴史に最初にして最後となる主砲水上砲戦はあっけなく終わった。世界最強の大砲は25年間ほとんど訓練でしか撃たれなかった。戦艦の時代は長門が生まれた時にはすでに終わりかけていたのかもしれない。41センチ砲の砲尾機構、黒板には BU、オード、シップ、長門と書かれている。米海軍の兵器局による調査の記録だ。AI でカラーにしてみる。砲尾の巨大な鋼鉄の塊。ここから砲弾と装薬が装填される。41センチ砲弾は一発の重さが約1トン。これを装填し、発射し、示弾を装填するまでの作業を狭い砲塔の中で何十人もの砲員が行っていた。砲弾は弾薬庫から溶弾機で引き上げられ、装薬とともに砲尾から押し込まれる。一連の動作にかかる時間は約40秒。この40秒が戦闘の勝敗を分けることもあった。米軍がこの砲を詳細に調査したのは日本の造砲技術の水準を解明するためだった。長門の41センチ砲は大正期の日本が世界に先駆けて実用化した兵器であり、その技術的達成はアメリカの専門家をも驚かせた。砲塔内部の操作装置、照準器や各種のハンドル、通信装置が並んでいる。 AI でカラーにしてみる。この狭い鋼鉄の部屋の中で砲員たちは何年も訓練の日々を送っていた。砲塔の中は発射のたびに凄まじい衝撃と轟音に包まれる。耳を塞いでいても腹の底まで響く振動が体を貫いた。実戦では敵弾が砲塔に命中すれば砲弾と装薬に引火して内部の人間は一瞬で全員が死ぬ。砲塔は棺桶にもなり得る場所だった。だがこの砲塔こそが戦艦の存在理由だった。長門の砲員たちはこの暗い鋼鉄の箱の中で自分たちの砲が日本を守っているという誇りを持って仕事をしていた。長門では訓練中に砲を撃つと反動で艦内のあちこちが壊れた。食器棚の皿が割れ、電球が飛び、天井のペンキが剥がれ落ちた。新入りの水兵は最初の一斉射撃で腰を抜かすのが常だった。長門の射撃計算機、無数のダイヤルと計器が並ぶ精密機械だ。 AI でカラーにしてみる。3万メートル先の敵艦に砲弾を当てるには敵艦の速度と方向、距離、風速、気温、湿度、時間の速度と旋回、そして砲弾が空中を飛ぶ約1分間の地球の時点まで全てを計算に入れなければならない。この射撃計算機はそれらを瞬時に処理して射撃諸言を算出した。コンピュータのない時代に歯車と機械仕掛けでそれを実現していた。戦艦の命中率はこの計算機の精度にかかっていた。黒板に書かれた BU、オード、シップ、長門、デイテ、メイ、イレベツの文字が、この調査が1946年5月に行われたことを物語っている。米軍は日本の射撃管制技術の水準を徹底的に分析した。戦後、英国海軍も長門の射撃装置について詳しく聞きたがったという。敗戦国の技術が勝者たちの関心を集めていた。長門の配電盤室、壁一面にスイッチとヒューズが並ぶ。 AI でカラーにしてみる。この無数のスイッチが長門の全電力系統を制御していた。照明、通信、射撃管制、舵取り、1400名の乗組員が暮らす鋼鉄の都市を動かすにはこれだけの電気系統が必要だった。長門は大正10年から昭和16年まで断続的に連合艦隊の旗艦を務めた。山本井、ソロクが連合艦隊司令長官に就任したのは昭和14年。真珠湾攻撃の作戦計画はこの長門の艦上で練られた。昭和14年田島、白地から真珠湾攻撃の命令が発せられた。2位高山のボレ、その暗号電報を打ったのは長門の無線室だった。1944年、ボルネオ島ブルネイ白地に停泊中の長門、後方にもう一隻の艦影が見える。 AI でカラーにしてみる。レイテ沖内戦の直前の写真だ。長門はこの時、栗田武雄中将率いる第一遊撃部隊に所属していた。大和、武蔵、長門、金剛、春名の戦艦5隻を中核とする艦隊だった。
この頃の長門はもはやかつての連合艦隊機関ではなかった。機関の座は大和に譲り、長門は第二戦隊に所属する一戦艦になっていた。だが41戦地方8門の火力は健在だった。栗田艦隊の将兵は味方の基地航空部隊が先に敵機動部隊を叩いてくれると期待していた。しかしその期待は裏切られることになる。基地航空部隊の攻撃はほとんど戦果を上げられなかった。1944年10月22日、栗田艦隊はブルネイを出撃した。目標はレイテ湾に集結しているアメリカの上陸船だ。日本海軍の残存戦力を結集した最後の大海戦が始まろうとしていた。1944年10月24日、渋谷海攻撃機に向けて対空射撃する長門の姿を米軍機が上空から撮影した。 AI でカラーにしてみる。この日、栗田艦隊はアメリカ艦載機の猛攻を受けた。朝から夕方まで5波にわたる空襲が続いた。武蔵は集中攻撃を受け、この日の夕方に沈没した。長門も被弾したが戦闘を続行した。翌25日にはサマール島沖で長門は初めて主砲を敵艦に向けて撃った。死傷者約20分間。長門の歴史で最初にして最後の水上砲戦だった。この海戦で長門は生き残ったが、日本海軍の組織的な戦闘能力はここで事実上失われた。1945年、横須賀で撮影された長門。補給船が横付けになっている。艦隊の損傷が痛々しい。 AI でカラーにしてみる。レイテから帰還した長門は燃料不足でもはや動くこともできなくなっていた。横須賀の古海南壁に係留され、浮き砲台として使われた。本土決戦の場合、長門の主砲で相模湾を砲撃する方針が決まっていた。昭和20年7月18日、米機動部隊の艦載機による空襲が横須賀を襲った。長門は爆弾の直撃を受け、艦長の大塚幹少将と副長が戦死した。大塚は歴代32人の長門艦長のうち、在任中に戦死したただ一人の艦長となった。艦長副長が戦死し、指揮系統が断絶した。艦橋にいた予備学生出身の高島関代少尉はこう叫んだ。これは大変なことになった。俺が長門の指揮を取らねばならんと。予備学生の少尉が戦艦の総指揮を取るのは前代未聞のことだった。高島少尉は砲裁所に駆け下りた。主計兵、飯炊きはいいから弾を運べ、弾を運べと叱咤した。ようやく広角砲弾が砲側に送られ始めた。戦闘が終わった後、戦死者35名の遺体が股間板に並べられた。艦長の遺骸は首がなかった。翌日、砲術学校前の松ヶ浜でダビに移された。重油も薪も不足がちで、遺体の焼却には長い時間がかかった。戦友の体の焼ける縫いに作業員たちは一日中悩まされた。8月15日、終戦。長門に残っていた乗員は全員股間板に集まって玉雲放送を聞いた。権平副長は乗員を整列させ訓示を与えた。日本は戦争に敗れた。我々は訴状の恋に等しいものとなるであろう。しかし恋なら恋らしく、海軍最後の統制を乱して見苦しい態度を見せぬように、大前自弱として全ての事態に対処しようではないかと。その晩、権平副長は独断で灯火管制を解除し、シェマ窓を開かせた。上陸を希望する者には全て許可を出した。だが奥田武史少佐だけが長門を出ようとしなかった。問い詰めると奥田はこう言った。今夜は日本敗戦の晩です。万一にも日本が戦争に負けることがあったら、自分は生きていない覚悟でいました。長門の艦内で自決し、金井は家で自決すると約束が交わしてあります。私を立派に死なせてくださいと。権平副長は驚いていった。君は未だ若いんだ。君たち若い者がこれからの日本を再建しなかったら誰がするのだと。12隻あった日本の戦艦のうち、軍艦隻に残っていたのは長門ただ一隻だった。大和は沖縄で、武蔵は渋谷海で、金剛は台湾海峡で、全て沈んだ。長門だけがボイラーの火を消し、哀れな姿で横須賀の岸壁に繋がれていた。終戦後、アメリカ軍に接収された長門。艦首のマストには垂れ下がった星条旗が掲げられている。艦首を見ると、菊の御紋章が外された跡がはっきりと残っている。AI でカラーにしてみる。
爆撃で受けた環境部の破壊状況がよくわかる。かつて連合艦隊旗艦として威容を誇ったパゴダマストは無残に崩れ落ちている。終戦から5日後、最後の長門艦長として杉野大佐が着任した。池内少将が退官して間もなく、長門は置き出しを命じられ、9ヶ月ぶりに小海の岸壁を離れて校内一番部位に係留された。かつて山本元帥が幕僚たちと初戦の大勝利に杯を挙げた長官公室。そこに今、敗戦の静けさだけが漂っていた。たった3年8ヶ月前のことが嘘のようだった。横須賀鎮守府管下の各部隊が次々と復員していく中で、長門の乗員だけはいつまでも残された。アメリカがこの戦艦をどうするつもりなのか誰もわからなかった。やがて知らされた答えはビキニだった。原爆実験の標的艦として太平洋の向こうへ連れて行かれるのだと。進水式の日、金色に輝いていた菊の御紋章はもうそこにはなかった。代わりに異国の旗が風に揺れていた。終戦後、米戦艦マサチューセッツの甲板から撮影された長門。右側にはアメリカの水兵たちが写っている。AI でカラーにしてみる。かつての敵の甲板から長門を眺めている。ついこの前まで、もしこの2隻が海上で出会っていたら、互いの手法で殴り合っていたはずだ。アメリカの水兵たちにとって、長門の名前は特別な意味を持っていた。真珠湾攻撃の命令を出したのがこの艦だと彼らは知っていた。太平洋艦隊を壊滅させた作戦はこの戦艦の無線室から発信されたのだ。長門の好敵手だったアメリカの太平洋艦隊旗艦ペンシルバニアも真珠湾で危ないところを生き延びた戦艦だった。そして長門モレイテで危ないところを生き延びた。2隻とも第2戦部隊に格下げされた後、1946年ビキニで再会することになる。今度は敵同士としてではなく同じ標的艦として。1945年9月、USS トーンから撮影された長門の上部構造物。後方から見た環境、煙突やマスト、対空兵装はすでに撤去されている。AI でカラーにしてみる。かつてのパゴダマストは骨組みだけになっている。対空機銃も取り外された。もう戦う力は残されていなかった。米軍の技術者たちはこの損傷した長門の隅々まで調査した。射撃計算機、配電盤、砲塔内部。先ほど紹介した内部写真の多くはこの時期に撮影されたものだ。英国海軍も長門に関心を示した。長門の射撃装置について詳しく聞きたいと申し出てきたのだ。かつて連合艦隊旗艦として恐れられた戦艦の技術は敗戦後もなお列強の注目を集めていた。長門に乗り組んでいた奥田武少佐が最後に長門を見たのはこの調査の時だった。洋上における原爆実験の計画は終戦直後の構想よりはるかに大掛かりなものになっていた。1945年10月12日、横須賀に係留された長門。左舷には USS ATR-35、右舷には USS ワウパカ、米軍の艦艇に挟まれている。AI でカラーにしてみる。日本の連合艦隊機関がアメリカの小型艦に挟まれて浮かんでいる。25年前、世界最強の戦艦として呉で生まれた長門。今はボイラーの火も消え、ただ波に揺られているだけだった。長門は前橋楼付近の被弾跡をそのままにして構内一番部位につながれていた。岸壁と原則の隙間には黒く塗った板を張り渡し、岸壁の延長に見せかける偽装がなされていた。もはや偵察機から隠す必要もないのに、その偽装はそのままだった。かつて長門に乗っていた者たちは町の人の格好をして横須賀へ行き、遠くから長門の様子を伺ったという。上官を許されないままただ見守ることしかできなかった。やがて準備を終えた長門はアメリカの油を積にアメリカの旗を上げて横須賀を後にした。ビキニへ向けて最後の航海が始まった。1946年7月25日、ビキニ環礁クロスロード作戦のベーカー、実験で発生した巨大なキノコ雲も AI でカラーにしてみる。アメリカは原子爆弾が艦船に与える影響を調べるため、ビキニ環礁に大小70余隻の艦艇を標的艦として並べた。長門もドイツの巡洋艦プリンツ・オイゲンも、そしてアメリカ自身の古い戦艦ペンシルバニアやネバダも
162名のビキニ島民は他の島へ強制移住させられた。7月1日のエーブル実験では B29 から投下された原爆が艦列の上空で炸裂した。至近距離の駆逐艦ジリアムが1分足らずで姿を消した。日本の軽巡洋艦佐川は24時間燃え続けた後に沈んだ。だが長門は沈まなかった。かなりの被害を受けながらも健在だった。長門健在の方が日本に伝わると、ある海軍造船艦の妻はこう言った。英霊がみんなで船底から長門を支えているのですよ、と。ベーカー実験の写真。放射性の霧が標的艦を包み込んでいる。左前方に見えるのが長門だ。AI でカラーにしてみる。ベーカー実験では原爆が水中で爆発した。約100万トンの海水が空に吹き上がり、放射能を含んだ霧が広範囲に撒き散らされた。爆心に最も近かった戦艦アーカンサスは瞬時に海中に消えた。空母サラトガは7時間半後に沈没した。米海軍将兵はオールドサラと親しんだ空母の最後を複雑な気持ちで見送ったという。だが長門はまたしても沈まなかった。爆発数時間後に5度傾いたが、それ以上傾斜が増す様子はなかった。翌日も翌々日も長門は浮いていた。ベーカー実験の爆発から約15秒後、標的艦が並んでいる。左から4番目が長門だ。AI でカラーにしてみる。写真に写っている艦船の名前が分かっている。左からペンシルバニア、ニューヨーク、ソルトレイクシティ、長門、ネバダ。長門以外は全てアメリカの軍艦だ。実験の翌日、報道陣の干渉内立ち入りが許可された。各国の記者たちは壊れた戦艦や空母の群れを見て回った。米戦艦ニューヨークの砲塔にはオリダピンスの影が焼き付いていた。艦内にはオールドセイラーズネバーダイ、海の含み地やは死せずと青い落書きが見つかった。アメリカの水兵にも自分たちの古い戦艦が実験で沈められることへの複雑な感情があったのだろう。実験動物は7割以上が生き残った。爆風で死んだのは全体の 10%、放射能障害で後日死んだものが 15% だった。この実験の全期間を通じて日本人の姿はなかった。記者も旧海軍の軍人も誰一人招待されなかった。日本の新聞はニューヨークタイムズ特約の記事で遠い太平洋の出来事を伝えるしかなかった。核実験後の長門。2本の宇治、砲身の間から損傷した環境を見上げた写真だ。AI でカラーにしてみる。2度の原爆に耐えた長門。この戦艦は助かると実験関係者の誰もが思っていた。しかし5日後の7月30日の朝、証拠の中に長門の姿がなくなっていた。一同は驚いた。2発目の原子爆弾に見舞われてから長門は4日半生き延びた。そして昭和21年7月29日の夜晚、誰にも見守られずに静かに漏水で沈んだ。大正9年11月の収益以来25年8ヶ月の生涯だった。長門の終焉の地ビキニは日本の委任統治領時代連合艦隊宅地として使われたことは一度もなかった。ただ昭和15年の春、水上規模艦千歳がこの干渉の沖で演習をした時、川竹銀蔵と大久保利則という2人の下士官が乗った水手が空中戦で墜落し殉職した。乗組員の手でビキニ本島の浜辺に千歳航空殉職二遊士の碑が建てられた。十字路作戦に参加した日本人記者は一人もいなかった。長門の最後に立ち会わせてもらった日本海軍の軍人もいなかった。だが実験の全期間を通じて川竹、大久保、両兵曹の碑だけはそこに立っていた。その碑はその後何度もの原水爆実験にも壊されず、今もビキニの島に残っている。あなたはこの戦艦の生涯のどこに一番心を動かされただろうか。ぜひコメントで教えてほしい。